はい、皆さんこんばんは。本日ご紹介するのはカーボネイトの CZ シャドウ 2CO2 ガソブローバッグになります。実銃の話を少ししますと、こちらは治安維持部隊でも使用されていたCZ75 の SP01、こちらを競技用モデルにした SP01 シャドウの改良版がこちらのになります。実銃も競技用モデルとして非常に人気があるようですね。もともと CZ 社の銃は結構好きで、エアガンとしては KC の CZ75、マロシンの CZ75 排気式、KJ ワークスの CZP09、同じカーボネイトのですね CZP09 の CO2 などを購入したことがあります。独特なスライドをフレームで包み込む形状や何とも言えない洗練されたデザインに惹かれますよね。今回のシャドウ2は実銃の動画を以前見て知り合いにですね、エアガンでモデルアップしてくれないかななんて言ってた過去がありました。なのでカーボネイトから CZ 社公式ライセンスモデルで、しかも CO2 タイプのこのシャドウ2が発売されて、値段は少し高めでしたけれども、ある程度抑えられた価格があったので、購入してしまいました。公式ライセンスモデルの外観やシャドウ2ならではの特徴的な部分について見ていきたいと思っています。またP09 はポリマーフレームタイプなので系統は違いますけれども、その違いも見ていきたいなと思っています。本当はもっと早く購入する予定でしたが、ちょっといろいろあってですね、購入が遅れに遅れてしまいました。レビューも今更感があるかもしれませんが、ぜひ最後までお付き合い願います。手にした印象ですけれども、まず印象的なのはグリップですよね。このブルーの色合いが非常にいいです。銃前方にバレルブッシングがあるのも意外でした。リコイルスプリングガイドと同様にですね、シルバー色なのも特徴的です。あとものすごく重いのも印象的です。フレームのですねヘビーウェイト樹脂や金属パーツを多用しているので、重量は約 1kg あります。実銃はフルスチール製の約 1.3kg なので、こちらを考慮した重量設定になっていますね。実銃は競技用で使用するときにですね、この重量を利用して跳ね上がりを抑えているんだと思います。それでは各部見ていきたいと思います。マズルは 9mm 弾を使用する形状です。先ほども言いましたが、このバレルブッシングですね、あとリコイルスプリングガイドと、あとプラグですかね、こちらがシルバー色なのが特徴的です。こちらステンレスのようですね。アウターバレルの内部ですね、こちらはライフリングが施されていますね。インナーバレルは金色になります。フロントサイトは就航ファイバーですね。赤色でサイトピクチャーは良さそうです。リアサイトはこのネジを回すことで上下の調整が可能です。後ろにですね反射防止のセレーションが入っています。スライドは強化ナイロンファイバー樹脂を使用とのことです。前方とですね、あと後方ですね、こちらにセレーションが入っています。あとこのスライドのこの斜め具合っていうんですかね、こちらはP09 よりなだらかな感じがしますね。こちらが P09 ですが、P09 のが少し角度があるような感じがします。スライド左側の刻印はこの通りです。CZ シャドウ2の刻印とか、あとですね CZ 社のロゴも入っています。こちらは実銃と同様ですね。ただフレームにはですね刻印はありません。スライド上部にはですね反射防止のセレーションが入っています。フレームはヘビーウェイト樹脂になります。フレーム下部にはですね 20mm のレールがあります。こちらスロットルは一つですけれども、シアファイア X300 のレプリカですが、一応入ります。少し片付きますけれども、結構似合いますね。これフレーム下部にはですねパーティングラインがですね、このトリガーガードまでしっかり残ってるんですね。これは少し残念ですね。トリガーガード前方にもセレーションが入っています。トリガーはシルバー色ですね。あとトリガー付近のフレームですね、こちらが
かなり絞り込まれていて、人差し指の指のホールドですね、こちらはしやすいなと思いました。トリガープルはですね、このダブルアクションはなんか少し引っかかる感じなんですけれども、重くはないですね。シングルアクションは非常に軽くて、さすが CZ 系統ですね。またトリガーのこの根元ですね、ここにですね紐ネジがあって、こちらを回すとトリガーの引き代が調整できるようです。スライドストップレバーは左側のみになります。こちらスチール製になります。セーフティーレバーはですね、左右にあるアンビタイプになります。こちらはコック&ロック式になります。このセーフティーレバーすごい薄いんですよね。スライドストップレバーと比べるとかなり薄いのがわかるかと思います。マガジンキャッチは左側のみになります。結構大きくてですね、出っ張ってるタイプになりますね。マガジンキャッチはこのトルクスネジを回すとですね、角度が3段階に変更可能です。グリップ前方とですね、あとグリップパネル、あとですねグリップ後方にもですねチェッカリングが施されています。グリップパネルはこちら水色っていうんですかね、非常に鮮やかな色合いです。またこのシャドウ2、こちらの刻印も入っています。このグリップパネルはアルミ製みたいですね。これ触るとひんやりします。グリップ上部にはですね、こちらビーバーテールがあって、あとこちらのくびれ具合ですね、こちらはP09 より少し大きいような感じもしました。このグリップとですねスライドは非常に近くてですね、あとこのスライドが薄いのも CZ シリーズの特徴ですよね。こちら非常に握りやすく感じます。こちら何度も紹介していますけれども、このスライドをフレームが包み込む形状になっています。こちらハンマーはですね、このハーフコックも可能になります。こちらはスチール製です。ファイアリングピンは残念ながらネジですね。スライド右側の刻印はありません。エキストラクターはスライド一体式ですね。チャンバーの構造は P09 とかなり違いますね。こちらは P09 です。大きく違いますね。マガジンの相談数は24発です。マガジンバンパーはこちらですね、エクステンションマガジンバンパー形式で、こちらにですねプラス2というのが表記されています。受注では相談数の増加を図っているような形式ですね。こちらは CO2 形式なので、フロアをずらしてマガジンバンパーを外して、中にあるボトムスクリューを回して CO2 ボンベを装着します。放出バルブ付近にですね、改造防止のイボネジとですね、こちらピンが入っています。それでは通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。こちらですね、この切り欠きをここに合わせてですね、こちらのボタンを押すと、このようにですねスライドストップレバーが抜けます。そうするとスライドとフレームが分解できます。こちらがリコイルスプリング一式ですね。これ後方にバッファーがついてますね。これ1911と同じくこのバレルブッシングがついています。こちらステンレス製のようですね。でこちらはですね専用器具を使ってこの通り外します。そうしましたらこの通りにアウターバレル式を取り出せます。このバレルブッシングすごい硬いですね。こちらはリコイルスプリングガイド、こちらもステンレス製のようです。こちらプラグですが、こちらもステンレス製です。このバレルブッシングやあとこのプラグについてはですね P09 とはちょっと違う部分ですかね。この3つがステンレス製と聞いていますけれども、
磁石にはつかないものなので、これは逆に高価なものだと思いますね。間違ってたらすいません。はい、こちらがアウターバレル一式ですが、アウターバレルも金属製ですね。アウターバレルとインナーバレルはここのピンでつながってるんだと思います。このスライドストップがかかる部分にですね、小さいんですけど、これスチールのピンが入ってるんですね。あと機関部はハンマーはスチールですが、それ以外はちょっと不明ですね。このスライドの部分ちょっとですね P09 と比較してみましたけれども、上がシャドウ2ですね、下が P09 になりますけれども、こう見ると中も全然違う感じがしますね。こちらはフレームになりますが、上がシャドウ2で下が P09 ですが、フレームも機関部の構造とかも全然違う形ですね。スライドフレームともにですね、シャドウ2の方が長い形状です。全体の感想になりますけれども、久しぶりにですね購入欲が湧いたエアガンが発売されて非常に嬉しかったですね。エアガンの購入も久しぶりでしたね。CZ シリーズの洗練されたデザインが非常に感じられ、バレルブッシングなどところどころにあるシルバーを組み合わせた見た目の良さを非常に感じました。あと金属パーツの多様やヘビーウェイトのフレームなど重量感が非常にあり、それにより何か重厚感みたいなものも感じられます。なんといっても金属製のグリップパネルはこの銃の特異性を表現していますね。グリップ感は特徴的ですが、持ちやすいグリップ構造やあと低いスライド、あとトリガープルの良さなどですね、実写は非常にしやすさを感じました。と CO2 の燃費も非常にいいですね。連続で120発以上撃てたんじゃないかなと思います。あとすごいのはボンベがなくなる直前まである程度しっかり実写できる点ですね。燃費はですねカーボネイトシリーズ全体として非常に優れていると思います。 CO2 ボンベの装着も非常にしやすいですね。コインとあと六角、両方レンチが使用可能です。また赤色っていうか、オレンジに近いですけれども、周光ファイバーはとっさのサイティングが非常にしやすいと感じました。近距離の命中精度は良いと思います。若干上目に行くような気がしました。リコイルはCO2 ならではの激しいリコイルを味わえます。今まで実写した CO2 ガスガンとはちょっと違って、重い銃が CO2 の激しいリコイルを受けることで、腕にくる振動、これは結構なものを感じます。銃の重さにより、反動が軽減されている部分もあるんですけれども、これは撃っていて非常に楽しい感じがしました。初速は70メートル台で安定しています。難点を言えばフレームのパーティングラインですね。ステンレス使用などで、金額がハンドガンとしては高めなのは分かりますが、それを考慮しても、値段に見合うこの対処はしてほしかったですね。価格についてはですね、2024年11月現在ですが、まだ円安基調が続いていて、もともとは KJ ワーク製のこの製品もですね、価格が高めになっているのもあるかもしれないですね。あとスライド右側やあとチャンバー、フレームにはですね、全く刻印がないのもちょっと寂しいですね。もともとモデルアップを期待していたシャドウ2が発売されて、それを入手できて、私的にはそれだけでも嬉しい限りですし、何よりモデルアップしてくれたことに感謝しています。しかも動力源が CO2 ということもあって、重量のある銃が反動を受ける素晴らしい打ち味を感じることができました。重厚感や特徴的なグリップパネルを含めた洗練されたデザインのシャドウ2は非常に所有欲を満たしてくれる一丁だと思います。今後はですね、オプティクスレディ使用用のマウントなど、出てくれないかなと期待しています。グリップパネルもオレンジやレッドが別売り予定なようなので、こちら期待ですね。実銃だとグリップパネルがブルーはブッシングレスなので、オレンジパネルに変えてですね、自銃に寄せるのも良いかもしれないですね。あとシャドウ2のコンパクトが実銃ではあるので、小さい銃が好きな私にとってはこちらもモデルアップしてくれないかなと期待しています。
CZ シリーズの中でも非常に特徴のあるシャドウ2は、CZ 好きな方やですね、あと目立った銃が好きだという方も非常におすすめだと思います。また銃本来のですね重厚感みたいなものを感じたい方にもですね、是非一度手に取ってみることをお勧めします。はい、それではこの後実写シーンもお送りしますので、よろしければそちらもご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。